ねえマリサ、あなたは天国や地獄は信じる？私はよくわからないんだぜ。でも天国には行きたいんだぜ。今日紹介するのは天国への道、というパラドックスよ。では問題を紹介するわね。二手に分かれている道があり、どちらかが天国行きで、どちらかが地獄行きよ。分かれ道には天使と悪魔が立っており、天使は常に本当のことを言い、悪魔は常に嘘を言うことは、分かっているの。ただ、ここで問題なのは、どちらが天使で、どちらが悪魔かを見た目で区別することはできないの。区別できないのか？私にはどう見ても左側が危険な匂いがして行きたくないんだぜ。ごめんなさい。これは大人の事情なの。実際はどちらも同じように見た目は見えると仮定してね。一方に一度のみ質問できるとき、どのように質問すれば天国へ行けるだろうか。という問題よ。これは悩ましいぜ。見た目で判断できないんだったら、どちらが天使でどちらが悪魔かわからないぜ。しかも一回しか質問できないから、天使か悪魔かを見分けるのと、天国への道か地獄への道かを一回で聞かないといけないんだぜ。その通りよ。これはロジックパズルと呼ばれるもので、数学パズルの一種ね。文章で説明される状況から、論理的に矛盾なく当てはまる、一通りのパターンを見つけ出すものね。私にはお手上げなんだぜ。それでまず正解を教えるわね。片方の道を指さして、もしあなたにこちらは天国への道ですかと質問したら、あなたははいと答えますかと尋ねればよいのよ。はいであれば指さした道が天国へ、いいえであれば指さした道と逆が天国よ。なんでなんだぜ。もし尋ねた相手が天使だとするわね。正直に答えてくれるから、はいと答えたら指さした道は天国への道。いいえと答えたら地獄への道になるの。これはわかりやすいんだぜ。逆の場合で、尋ねた相手が悪魔だと仮定するわ。もし指さした方向が天国ならば、悪魔はこちらは天国への道ですかという質問にはいいえで答えるわよね。そこで、この質問の答えである。片方の道を指さして、もしあなたにこちらは天国への道ですかと質問したら、あなたははいと答えますかという質問への答えはその逆、つまりはいになるの。ちょっとよくわからないんだぜ。つまり悪魔視点では、天国への道ですかいいえ。上記の質問にははいと答えますかはい。という2段階の質問をされているの。なので、嘘の嘘が本当になるの。もし指さした方向が地獄なら、悪魔はこちらは天国への道ですかという質問にははいで答えるから、上記の質問への答えはその逆、つまりいいえになるの。結果的に、天国の場合は天使も悪魔もはいと答えて地獄の場合はいいえと答えるわ。なんとなくわかったぜ。それでは、この問題をもう少し難しくした気まぐれ人間バージョンで第2問よ。先ほどと同じで、二手に分かれている道があり、一方が天国、もう一方が地獄への道よ。ただ、今回違うのは、そこには天使、悪魔、気まぐれ人間の3人が立っていたの。天使は常に本当のこと言い、悪魔は常に嘘を言い、気まぐれ人間は嘘も本当も言うわ。見た目で3人を判断することはできないのは同じだけど、この3人はお互いが天使か悪魔か人間かは知っているの。ここで、あなたは1人を選んで質問することが2回できるわ。どのように質問すれば天国へ行けるだろうか。さっきと違うのは気まぐれな人間が増えて3人になったことと、質問が2回できることか。そうね、あとは3人ともお互いが、誰かわかっているわ。一番問題なのは人間だぜ。本当のこと言うか嘘を言うか、わからないから、信じられないんだぜ。その通りよ。そこはこの問題でかなり重要だわ。やっぱりお手上げだぜ。仕方ないわ。これは前の問題よりかなり複雑なの。それじゃあまず答えを出すわね。まず5つ目の質問は、質問している人とは別の、誰か一人を指しながら、あなたはこの人は人間ですかと質問したらはいと答えますかと聞くの。ここではいと答えたら指を指した人と逆の人に、いいえと答えたら指さした人に前回の質問をすればいいの。ちんぷんかんだぜ。一つ一つ説明するわね。まずは、今回一番問題なのは人間よ。なので、2回目の質問で人間以外に質問できる状況を作れば、1つ目の問題と同じ状況になるの。なるほどだぜ。でなぜこの1回目の質問で、2回目の質問が天使か悪魔になるか解説するわ。まずは、1回目の質問相手が天使か悪魔だった場合、1つ目の問題と同じ理屈で、はいと答えたら指さした人は人間、いいえと答えたら指さした人は人間ではないわ。そのため、2回目の質問は人間を避けるように質問すればいいのよ。もし1回目の質問相手が人間だった場合、残りの2人は人間ではないので、人間が何と言おうが、2回目の質問は、人間以外にできるわ。なるほどだぜ。要は、2回目の質問をする相手が人間でないように持っていくのが、重要なんだな。その通りよ。そうすれば先ほどの5つ目の問題と同じ状況になるわ。ということで今回は以上よ。
今回は天国への道、というパラドックスを紹介したわ。パズルみたいで面白かったぜ。これを覚えていたら、もし天国に行く際には使えるかもしれないわね。ということで、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いできれば幸いです。